後半戦、ここから日本申請の日本の古事記の話に入っていこうと思っているんですが、ちょっとその前にもうちょっと補足しておくことがあるので話しておきます。まずこのイメージ、もう本当漠然とでいいので、実は人という世界がかつてあって、彼らが進化をしようとして、その反動で人間が生み出されて、今人間が意識の営みをやっているというふうなイメージですね。これをまず漠然と作ってほしいんですよね。で、実は僕の本にも書いたんだけども、こういう図を書いたことがあると思うんです。実は宇宙というのはプラトン年と呼ばれる26000年のリズムで、我々の意識自体もなんていうかな、一緒に共鳴するように運動しているというか、動いているっていうか、26000年っていうのは、再差周期のことなんですけども、天球面がこう地球の地軸がリセッションというか傾いているために、全体が約26000年で一周するような構造があるんですね。それプラトン年というふうに昔から言われてるんですが、そのプラトン年正確には25920年ぐらいですが、一応ヌースでは大まかに26000年というふうな単位でくくって、それを4分割しています。そして実はその4分割の中に6500年ずつで意識が切り替わっているっていう話。これを確か人類が神を見る日という本に書いたと思うんですが、こういうことですね。今の人間の文明が現れたのは、実は人間のここだっていう話。紀元前4500年ぐらいです。そして今6500年経ったんで、この人間が動いてた時期のことを、先ほどのオメガ90っていうのが上で調整しているという意味で、調整期というふうに呼びます。人が調整しているわけです。多次元の人間の意識を。そういう構造になっている。そして人が覚醒を起こすとき、人間も覚醒を起こします。そしてそれも一応ここは時間がない世界なんだけども、物理的な時間に直したら6500年ぐらいですとオコスト情報が言っています。人間の覚醒期です。そして今度はまた人間が意識進化して多次元に人間の調整を作り出す。これが6500年という形で、6500という形で反復している。で、当然この反復は同一平面上の反復ではなくて、図で書くとこういうふうに進化を螺旋状に行っていっているというのがオコスト情報ですね。だからさっきの図でケーブコンパスで示すならば、まずアトランティスの次元というのは6500年あったんだと思えばいいです。そして今から4500年前、ちょうど僕らの歴史でいうとシュメールですかね。オコストはこのセム系語族というのをとても重要視していて、人間の意識を作り出した方向性の核みたいな言い方です。これに実はユダヤ人というかヘブライ人が入ってくるんだけど、ここからこう出てくる。アトランティス期が6500年あった後に、シュメール人たちが6500年紀元前4500年に出てきて、シュメール人たちの意識自体はこっちですね。ごめんなさい。赤で書いた方がいい。ノスとして、ノスの方向性を持って、これ発露と言います。人間の発露という言い方しますが、これ出てくる。そして6500年というのが今までに経ってきて、ここで最終構成を迎えているというのがシナリオです。オコスト情報の。
だから当然この6500年経ったんだから、今度はさっき言った、他者側からの救済が入り込んできて、人類は再び覚醒期に入る。それが2013年というものが持ってる意味だと言っています。覚醒期なんですよ。もう覚醒しましたで、そんな簡単にするわけない。これはじわじわじわと来ていく。ただしここで我々が精神を活動させていかなきゃいけないね。この自動的にわーっとしたら覚醒するぞとか言って覚醒するようなもんじゃないと思うよ。やっぱり僕らは僕らで思考を積んで、まあ切磋琢磨して、ある種人間とは違う生き物へと変身していくと思うんだけどね。でそれが自分の一生の中で終わるのかどうかもわからない。実はあまり保証はない。でもいいんです。そのベクトルを刻んだことだけでもう十分だと思うんでね。だからそんなに急に、2013年が来たからといって人間が人に覚醒するわけではない。しかし確実にもうその方向にベクトルが宇宙自身、存在自身が向けてるっていうことだと思ってください。だからその方向に向いていないものはことごとく、なんだろうな、今からは、ずれていく、この宇宙のリズムに対してそういうふうに考えていていいと思いますですね。さあそれでこの6500年また来て6500年として、動いていくわけですが、こういう動きのことを、交代化と言います。定質と性質の交代化ですね。これみんな分かるです。定質というのはどの力のことを言っているかというと、人の13、プサイ13まで作る人の13、オメガ7ですね。この力のことを、人間の定質の相対なんですけどね、人間の定質と言います。定質の相対という言い方をするね。13だと顕在化したものです。プサイ13で、こっちにプサイ14というのがありますが、これが人間の性質の相対と言います。こっちは人間の性質です。こっちはだから人においては、覚醒期において人間の定質の相対というやつと人間の性質の相対というのを顕在化させていくわけです。ブワーッと。これはもう例です。完全に目覚めた例です。そして次に人の死刑という段階に入るっていうような運動になって調整期が出てくるわけですね。覚醒期から調整期に入ってくる、そういう仕組みになってます。で、定質と性質の関係性が1万3000年経つと逆になってる。これを交代化と言います。定質と性質の交代化と言います。透過されたということです。実は宇宙も陰と陽がメインとなって呼吸してるんだね。反復して、そして反復しながらそうやって自らの進化を進めていくという運動を行っているということで、こういう概念は駅にはあるのかな、道教にあるのかな、あんまり基本的にあんまりないんだよ。見たことがないんだよね、こういう概念。いろんなオカルティズムもここまで言っているのってあんまりないんじゃないかな。反復は言っているんだけど、こういう形でのある往復運動みたいな交代化とかそういう概念はあまりないですね。でもヌースはこのヌーソロジーではこのヌースとノスが絶えず等価を進めて中和を作り出し、等価を進めて中和を作り出すという運動の中で一貫して動いていくから、これすごいシンプルです。考え方としてはシンプルですよね。そうでもない？考え方としてはシンプルでしょ。シンプルなので、問題はここからがますます、とんでも化が精鋭していくんですが、みたいな話になっていくんだけど、皆さんの
資料の7番の下の方を見てください。こういう図書いてますよね。どれからあれこっち、これかな。僕の方では原子の表がどっか消えちゃった。ちょっと待ってくださいね。皆さんと同じもの出しない。これだ。こういう図を書いてると思うんだよ。この人の調整と覚醒が何をやっているかっていうやつなんだけど、これはオコスト情報です。ヌーソロジーではまだ本当かなっていうところもあるんだけども、オコスト情報が伝えるについてはこういうことをやってると言います。この抗体化を進めるたびに実は元素を生成しているという話になってます。ですからプサイ13から14という観察子っていうのはそのまま元素に当てはまります。でどういう形で当てはまっているかというと、ここには92番までの元素を書きました。自然界にある今元素です。でこれをね、14というのでくくります。これ14、前の方は水素からケイ素まで14番でくくってます。でこういうくくり方は今の現代科学ではないですよ。現代科学ではこういうくくり方は多分すごい非科学的に見えるかもしれませんが、オコストの言うにはこれ14でくくる。で14でくくって13、14を次の1、2に持っていきます。だから13、14は重なってるわけ。つまり13っていうのは次のシステムの1に接続しているということです。この辺ちょっとマヤっぽいよね、考え方が。でまた14作るとちょうど26で終わるシステムがこれでペアでできます。これが1組です。そしてその分類によって元素の原子番号を整理していくと、まあこういうふうな図になるという。そして最後が自然界に存在するウランです。こういうふうになっちゃう。でオコスト情報では今までこの太陽系は、6回の抗体化を進めて第7太陽系次元を作っているというような言い方をする。そして間もなく第7回目の抗体化が起きて第8太陽系次元ができるというわけです。それができる時に残りの14が出揃うと言ってます。つまり変な言い方だけど、私たちが今日話したその人間の反対と人間の意識が交差を起こして人間が自分の魂を顕在化させてくると、それが新しい元素となってここに入り込むんです。そしてずっと押すの。押すとここ全部埋まっていくでしょ、こうやって。そしてここに新しい今素粒子構造の中でうごめいている人間の意識が元素を送り出していく。でこれで実はある種の第8太陽系次元ってやつなんだけど、完成を見ると言ってますね。当然これにも対価があると思うんですが、裏がそれを統合していくための方向に入っていくんだろうと思うんだけど、宇宙は無限ですから。ただある種最後のこのシステムの中においては最終の最終構成のような言い方をしている。ちょうどカバラでいうシュミットとのイメージだよね。カバラでも言うでしょう、ご存知の方いると思うんだけど、生命の木というのをこうアダムが往復するわけだよね。で7回往復した後に最後に悪名高き最後の審判が行われるというシュミットとの日っていうのがあるの。最後の日のことだよ。その時神の御前に歴史の中でその活動の中で生きた全ての霊が引き出され審判を受けるっていうやつなんだけどさ、オコストはそういう一神教的な審判みたいなものはなくて、全て分かると言ってる。
宇宙の秘密が、全てというのは言い過ぎだと思うんだけど、今回の最終構成において人間にも高次元のことが全て分かって、これ自体がどっか別のところに入ってまた活動しだすという言い方をしてます。もっとなんか巨大な世界があるんだろうね。ものすごいスケールのでかい壮大な話です。さあこれはほとんどシュタイナーといい勝負するぐらいコーツつけたがたいぐらいのとんでもない話なんだけど、まともに信じちゃダメですよ。まともに信じちゃ本当だろうかと絶えず疑ってくださいね僕がそうしてきたから、オコスト情報に対してみたいな。でだからこれを思考していくんですよ。なぜそういうことを言っているのか彼はというふうに。それが大事なんです。それが力になるということなの。それも宗教ではないので皆さんも一緒に考えていってほしいんですね。でもこの仕組みっていうのは単純に美しいっていうのもあるんだけど、いや本当よくできているの実はこの中が分かってくるとそれがもっと味わえてくるっていうやつになってる。ここは素粒子の世界で僕はこういうふうに今オコスト情報から分析しておいてます。潜在的変換性でフェルミオンという物質粒子が活動している場所だと思ってる。光子も含まれてるとは思うんですが、さっきの、この一覧表で言うとね、こういう関係です。すいませんね、どこだっけ一覧表、これか。おそらくこの点灯したこの人間の世界っていうのは素粒子の世界でいうと、また素粒子の話する時になったら詳しく説明していきますが、ボゾンと関係しています。おそらくボゾンとか、あと時空ですよね。これ時空的なものとこれ関係している。でそれを潜在的に変換している世界、これがさっき言ったボゾンっていうのはね、物理学では力の粒子と呼ばれているものです。でこの潜在的変換をしているものがフェルミオンだと思います。さっき言った太陽とか作っていく陽子とか中性子とかで太陽の核融合を作っていくでしょ。その時に活動している粒子で、これ物質粒子です。こういうふうになってると思う。そしてある意味これが交差を起こして透過するってことなんだろうね。それが見えた時にここが顕在化してくるっていう話になってます。物理的に言うとこれは当然14番までの元素です。これケイ素ですね。ケイ素体、これ当然水素です。水素からケイ素までの元素で、実はここの流れの中に元素の周期原子番号の92番までが入っていくような流れになってると思ってください。原子というのは霊的進化をリニアルに直線的に表現したものです。原子というのは。だからそういった意味ではウランという元素が最もある意味なんだろうな、進化したっていうよりも、深い例だと思ってください。深い例です。92番以降、人間が原子炉の中で作ってるプルトニウムとかメリシウムとかいろいろあるんだけど、ああいったものは元素ではありません。あれはエセ元素。あえて言うならば人間が逆方向からケツにくっつけてるようなもんだね。人間の意識が逆方向から。正常な元素ではありません。正常な元素っていうのは人間が今日も最初から言うように内的に世界の中に入り込んで、そこで作り出した思考の形態によって作り上げられていくものです。ヌーソロジーから言うとね。だから新しい元素生成というのを行っていくっていうことでもあると思います。意識進化というのが。